はい、皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただいてありがとうございます。完全感覚ベーカーです。本日の動画ではパンマネシリーズで皆さんも一度は食べたことがあるであろうこちらのチョコチップスティックを真似していこうと思います。お手軽な金額でね、結構いっぱい入ってるので、私もよく学生時代食べてました。昔からあるね、定番のパンなんですけども、今日はこのパンを試食してね、どういう配合にしようか決めて真似していこうと思います。作り方をね、詳しくご案内してますので、ぜひ見ていただいてね、真似していただけたらと思います。それでは本編はこちらです。どうぞ。はい、それでは本日真似していくパンがこちら、チョコチップスティックですね。今回はね、ファミマで買いました。もう学生時代にね、何本も食べてきたので、今更味見はね、しなくていいかもしれないんですけども、久々に食べてみたいと思います。重さがだいたいね、22g だったりとか、これも22だな。これも 21g ですね。だいたい21、2g が多いので、パンって焼いた時にね、その分水分も蒸発するので、だいたいね、分割としては 25g とか 26g ぐらいでね、1本あたり生地を作ればいいかなっていう感じですね。で、この見た目も全体が均一に焼き色がついていて、注目するべきは裏側。この部分なんですね。こうペターっと焼き色のねついてる面が広くて大きいですよね。なので生地の硬さとしては結構柔らかめじゃないとペタッとね全体に天板にくっつかないので、こんな感じの焼き色はつかないと思うんですよ。だからちょっと水分量は今回多めにしてみます。ではね、味と食感チェックしてみます。いただきます。とっても歯切れが良くて軽いですね。だからしっかりとこねてふんわりさせるのではなくて、こねるのを少なめにしてグルテンを少なくしてね生地作りをするといいかなっていう感じですね。あとは気泡の入り方もとっても細かめなので、成形前のガス抜きもねしっかりやった方がいいですね。これはではこの点踏まえて生地を作ってみたいと思います。それではね、生地を作っていくんですけれども、今回はポーリッシュ法っていう製法を使って作っていこうと思います。まずこの製法の目的の一つは軽い食感を出すため。もう一個はせっかくね、手間と時間をかけて作るのであれば、より美味しいものを作りたいので、発酵したパンらしい風味が味わえるような製法でやっていこうということですね。では、ポーリッシュ種から作っていきます。まずは使うお水測りますね。で、冷たすぎるとね、発酵が遅くなってしまうので、ちょっと温めてから使います。電子レンジに行ってきます。はい、それではね、電子レンジで温めて、触ってぬるいなっていうところまで来ました。だいたい35度から40度ぐらいですね。こちらの中に強力粉を加えていきます。この製法、発酵種を作るので、前日のね、この作業が必要にはなってくるんですけども、全然ね、ポーリッシュ種って手間はかからずね、楽に作れる製法です。で、水の上に粉を浮かべるっていうのも一個のポイントで、粉先にやっちゃうとね、どうしても端っこの部分ってね、粉が残ったりするので、これだとね、残りづらいです。そして発酵させる菌のインスタントドライイーストです。これも入れていきますね。今回は長時間冷蔵庫で発酵させていくので、イーストはね、本当に少なめで OK。だからイーストの独特なね、強い匂いが苦手な方とかは、本当に食べやすくてね、極上なパンになります。この製法。水、粉、イースト3つが入ったら、あとはかき混ぜるだけで OK。とっても簡単ですよね。これを前日のね、寝る前とかにやっておけば、次の日ね、美味しいパンが焼き上げられます。このね、混ぜるのも全然頑張んなくて OK ですよ。それではこんな感じに粉っぽさが消えたら、蓋をして、1時間ほど置いておきます。そうするとね、発酵してちょっと気持ち膨らみます。その後に冷蔵庫で一晩、だいたい8時間から24時間ぐらいね、寝かせてから使えます。ではこれ室温でちょっと置いときます。はい、それでは一晩経った状態のポーリッシュを見てみましょう。こんな感じにね、ポコポコと気泡がたくさん出てますね。それではこちらをね、本骨生地に使っていきます。はい、それでは本骨の材料はこんな感じになってます。ポイントの一つとして焼き加減がね、均一に茶色くついてたので、配合としては焼き色がつきやすくなる牛乳を使って、
ちょっとお砂糖もね、多めにして、その焼き色を再現してみたいと思います。ではね、生地を作っていきます。ではまずはね、こちら発酵したポーリッシュ種を入れていきます。結構質問で多いのが、常温に戻さなくて大丈夫ですかっていうことなんですけれども、一応ね、意識していただきたいのは、使う前の種の温度よりも、こね上がった時の生地の温度なんですね。例えば夏場とかで生地温が上がりやすい場合は、そんなにね、種は温めなくていいですし、今はね、秋でちょっと涼しくなってきたので、今回はね、使う牛乳を少しね、温かめにして、これで生地温を調節していきますね。じゃあ種に牛乳入れて、あとはお砂糖。そしてお塩も入れます。これでね、生地を溶いていきましょう。今回さっくりとした食感を出すためにポーリッシュ法を使っているんですけども、水分の割合が多いと小麦粉のつながりの間に水が邪魔してしまうので、もちもち感がね、少なくなるんですね。さっくりとした口どけのいいね、歯切れのいい生地になります。ではなんとなく生地がほぐれたところで強力粉を足していきますね。後からね、この粉をプラスすることで、粉のフレッシュさっていうのがね、ここで味わえるようになります。全部を発酵種にしてしまう方法もあるんですけども、そうするとね、熟成しすぎてしまって、小麦本来の香りっていうのが弱くなるんですね。ではそうしたらこちらにサラダ油を加えていきます。油が生地の中に入ると乾燥防止の役割をしてくれます。あとはね、液体油脂を使うことでグルテンのつながりを弱めてくれるので、さっくり感も出せるんですね。今回もサクサク食べやすい感じのね、生地を目指してます。ではまとまってきたところで生地を台に出しましょう。かなりね、水分量が多くてね、べっちゃべっちゃしてるんですけども、もともとポーリッシュ種を作っといたのでね、そこまで手にはくっつかないですね。軽く油をなじませていきます。ここでのこねる目的はグルテンをね、作ってもちもちにさせるっていうよりかは、油を全体になじませることですね。だから10回ぐらいこねたらもう手止めて、チョコチップを入れていきます。いやーもう贅沢。全体にね、散らしていきましょう。やっぱりね、ポイントはこのチョコチップのね、甘さとプチッとしたね、食感だと思うので、これ大事ですね。ちなみに今回は富澤商店さんでお取り扱いがある溶けにくいチョコチップってやつを使ってますね。リンク貼っとくので気になる方見てみてください。では、こねるのもほどほどに全体にね、チョコが散ったので、これを発酵させていきますね。もう生地作りはね、全体に素材がなじめば OK。このままグッとね、カードを使って持ち上げて、ボウルに戻して、生地は乾燥しないようにラップしたら、このまま大きさが2倍ぐらいになるまで温かいところで休ませておきましょう。発酵です。いってきます。はい、それではこちらが発酵が終わった生地ですね。しっかりとね、大きさが出てると思います。で、今回緩めに作っているので、高さが出るというよりかは横に広がるような膨らみ方をしてますね。では、この後分割していきます。こういう水分が多い生地は触ると確実にね、ベタついてしまうので、粉を上に振っときましょう。特にこのね、脇の部分たくさんね。そうしましたら、カードでこの粉を下にって入れ込んでいきます。そしたらこのままポーンと出して、では今回はこちらを 25g でね、分割していきます。今回の分量だとね、だいたい16本ね、できます。それではね、1個あたり 25g で16個、分割が終わりました。この後ね、丸く整えていきます。結構ベタベタして手にくっつくのでね、その都度小麦粉、内粉使いながら丸めていきましょう。ね、表面張りながらくるくるくるっと丸い形を作っていきます。そしたらつまんで閉じておく。こんな感じです。これを全部作りましょう。
ではね、すべての生地が丸めるのが終わったら、ラップを上からふんわりかけときましょう。この状態で10分間ほど休ませた後、形をね、見慣れた長細い形にしていきます。では休憩です。はい、それではね、休ませる時間終わりましたので、成形していきますね。なんかこんなコロコロちっちゃいのが並んでると可愛いですね。で、成形の方法もとても簡単で、これはただ単に伸ばしていくだけですね。だいたい20センチぐらいかな。この時もね、くっついてしまうので、打ち粉をしっかり使いながらやっていきましょう。では、こんな感じに伸ばせたら天板に移していきます。ではね、16本分形が整えられました。こちらをね、発酵させた後に焼いていきたいと思います。では、行ってきます。はい、それでは発酵が終わった生地ですね。しっかりとね、膨らんでボリュームも出てますね。今回は16本分、2段に分けて焼いていきたいと思います。それではオーブンに行ってきます。では200度で予熱したオーブンの中に入れていきますね。いってらっしゃい。美味しくなって帰ってきてね。スタート。はい、では焼き上がりました。見てみましょう。おー、いい香り。はい、それで焼き上がりはこんな感じに仕上がってます。見た目にも結構似てるんじゃないでしょうか。熱い。そうしましたらこちら粗熱が取れたら試食をしてみたいと思います。はい、それでは本日はチョコチップスナックを真似して作ってみました。こんな感じに仕上がってます。今回はね、ポーリッシュ法っていうよりね、軽くてサクサクする製法で作ってみました。よりね、その製法を使うと、パンもね、乾燥しにくくてしっとり感がね、長持ちするような製法になってます。ちなみに、こちらがね、市販品の本物と、こちらが作ったやつですね。若干大きさは作ったやつの方がね、小さくなってしまったんですけども、生地量もう少し増やしてもよかったかなっていう感じですね。では、味はどうなのか味見してみたいと思います。いただきます。口当たりも軽くて、中の気泡の入り方もね、結構似てますね。で、しっかりとパンの味わいとチョコチップのね、味わいのバランスも近いなっていうところがありますね。今回ね、小麦粉 200g で16本分作れたので、結構ね、大量生産お家だとしやすいと思います。ぜひね、作ってみて周りのプレゼントとか朝ごはんにしてみてください。はい、それでは本日の動画いかがでしたでしょうか。作ってみたいな、美味しそうだな、勉強になったなって思った方、ぜひチャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。失礼します。